富士スーパー耐久24時間レースが始まりました。今回のトヨタイムズではこのレースで世界で初めて液体水素を使った車を走らせるトヨタの挑戦を追いました。24時間耐久レースに参戦したのは液体水素を燃料とするカローラ。液体水素はロケットの燃料などに使われていますが、扱いが難しく車の燃料として使われるのは公式の場では初めて。一体どんな技術が隠されているんでしょうか。その秘密を徹底取材しました。私たちは去年9月から開発の過程を撮影していました。こちらはですね、トヨタに限らず水素に関する試験をされている施設になります。こちらになります。分厚い壁の奥にある水素の試験を行う部屋。このような試験が行える施設は日本にはほとんどありません。これが世界初の液体水素エンジンの車のシステムです。設計を始めたのは去年の春。ここまでわずか半年でシステムを作り上げました。基本的にですね、車に貯めておくときは効率がいいので液体になるんですけども、エンジンで吹くときはですね、途中で気体にして送るというシステムで構成しております。トヨタが開発中の液体水素エンジンとは、タンクの中でマイナス253度以下に保たれた液体水素をポンプで圧力を高めながら組み上げ、その水素を気化器で温めて気体にします。その気体になった水素でエンジンを動かすという仕組みです。これまでの水素燃料は気体が使われていましたが、液体となることで体積が小さくなり、航続距離が伸びることが期待されています。タンクからエンジンまでの間を、どういったものが必要なのか、それをどういった形、どういった仕様で車に乗せるのか、全部新しいものですから、ここが出来上がるまでは非常にたくさんの議論と、あと時間と協力があってここまで来れてます。これがですね、液体水素を入れるタンクになっております。液体水素というのはですね、マイナス253度でやっと液体になる。それ以上温度が上がった瞬間に全部気化、ガス化してしまうものですから、保温がとても大事になります。魔法瓶のような形で真空構造にしたり、断熱材を巻いて保温性能を高めるといったことをしております。その重要なタンクを作っている施設が山口県宇部市にあります。建築からシステム開発まで幅広い分野を担う新興産業。実はこれまでトヨタとの付き合いはなかったそうです。普段は化学工場さんとかですね、石油会社さん、あとは食品医薬関係の会社さんの認可の必要な容器を作るっていうのが主な仕事となってます。溶接がすごい上手なところがあるよというところでご連絡先を教えていただいて、ですぐ電話してでたまたまですね、近くにいらっしゃったので近くの、喫茶店で初めて会って、意気投合してですねもうその場でやりますと言ってくださって、もともとはですねここまでお願いするつもりはなかったっていうのが正直なところなんですけど、新興さんの熱い思いをですねすごい直接感じたので、もうぜひお願いしますと。トヨタさんの今のやってる途中の話を聞いてですね、もっとこうした方がいいんじゃないのっていう私なりの話をして、お互いにですね知らない部分をちょっとお互い出してって、そこからじゃあ一緒にやろうになりましたね。新興産業の強みは超一流の溶接の技術です。腕を磨いた職人たちが1ミリ以下の単位すらもずらすことなく溶接を行うことで、タンクの中の真空状態を実現します。手作業ですね。機械での溶接はこの度はないです。いや感動しましたね自分の描いた図面のものがですね、図面を超えたようなオーラがあるようなですね、すごいとてもいいものに仕上がってるなと一番最初から感動して見てました。1ヶ月後、開発陣の姿は
茨城にありました。車にタンクとこのシステムを搭載するのが今回初めてです。はい、全然違いますね。やっぱりいよいよだなっていうところもありますし、配管とかもやっぱり車にコンパクトにまとめなきゃいけないので、いろいろと今まで見れてないところもここで課題が出てくるかなと思いますので。車が運び込まれたのは水素の燃料電池車未来の開発でも使われた実験施設。タンクの真空状態をわざと壊し、温まって気体となった水素がちゃんと車の外に逃げていくかをチェックする試験を行います。試験は無事に成功。水素は外に出ていきました。想定外のことっていうのが一番僕たちは避けなきゃいけないので、レースに出る前に本当にあらゆる可能性は潰し込んでおく、確認しておくっていうことが大事だと思います。今日はなんとか車を転がしてデータ測定をしたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。車の見た目もいよいよレースカー仕様に。この日は初めて車を走らせます。作業も大詰めとなり、緊張感が高まっていました。今ポンプレディオになってますか？もうここで絶対やりきらなきゃいかんので、もう課題があればすぐフィードバックかけてもうやりきるって。今週間に合わなかったらもう本当にもう走れないですよね、絶対。そしてついに初めて動きました。ありがとうございます。ピクセル回路 50% マックスでお願いします。立派に走っていますね。ただポンプなどの制御が難しいと言います。一番難しいのは液体水素を組むためのポンプをどのように成立させるかというところが一番難しいで、今もまだまだ検討中の段階です。走るまではやっぱり胃が痛い思いというか、走っても胃が痛いですけど心配は尽きませんので、本当にほっとしました。市販車の部品を組み合わせてできるものじゃないので、トヨタさんからこういったものはないかっていう相談をたくさんいただくので、それを叶えれるものをいかに早く適切に見つけてくるかっていうところが勝負になってきます。今日はこちらのピットを使って、ついにサーキット走行、初めての走行になりますので、ドキドキしてますけど、今皆さん準備進めてもらってます。初めてのサーキット、一つ一つが試行錯誤です。早速これだけやるにも先週起きなかったマイナートラブルが起きてますので最後治ったかなと思ったらまた、起きちゃったりするので。じゃあそのままつなげます。走るための準備が整いました。みんなでコースを見守ります。ところが異変が。いつ検出をしてもおかしくない状態で何が起こってるんでしょうか。懸念されていたポンプに不具合が生じたそうです。ちょっとスムーズにはいかなくてですね、液水の組み上げがですね、思ったように組み上がってなかったので、ちょっとポンプをですね、正常に戻すような作業をしてから再度エンジンをかけたいと思いますので。前例のない挑戦にはマニュアルはありません。調整して走らせる。
辺りが暗くなるまでその繰り返しです。初めて、サーキットフルコースを走れたということで、まずはやりたいことが今日できたかなと思います。ポンプをこうやってずっと見ながらいろいろ調整していって、最後にいくつかパターン失敗して最後のアイディアでなんとかエンジンかかってずっとキープできたんで。試行錯誤の末に迎えた初めての公の場。あちら奥に見えますのが32号車水素エンジンカローラです。なんかいろんなもの、すごい水素で世界を動かせ、大きなものがありますね。とうとう液体水素のエンジンカローラがお披露目ということになりました。そうですね。トヨタさんと一緒にある程度もうかなりトライはさせていただいて、で細かい時間の設定であったり、作業に合わせたこの動線であったりっていうのをいろいろ工夫したので、それも効果あって、この場に立ててるのかな。この液体水素でレースカーを走らせるという挑戦っていうのは、岩谷さんにとってはどんな挑戦になるんですか？我々液体水素サプライヤーとしていろいろなお客さんに使っていただいてますけど、ただ車両に対して液体水素っていう切り口は今までもないですし、これからの可能性も大きく広げるような一つの選択肢になるかなというふうに思ってます、我々として。不安な部分はありますか？エンジニアはやっぱり不安なことがいっぱいあるので、不安な要素とか最悪なことも想定も考えながら、運用を考えてます。今日の走り切る自信は何%ありますか？いや、自信は 100%。自信は100% です。信じてますんで。不安はどこですか？不安はやっぱりポンプですね。今までも評価の中で問題が起きているのはポンプが多いので、そこがしっかりと動いてくれることを信じてやりきりたいと思います。そして出発。順調に走っているかのように見えましたが、車の動きが悪すぎる。なんか変。4期線はおかしい。すごい車動いてるから、動いてるくせに跳ねちゃうから、バランスがものすごい悪くて。だからだんだんすごい動いてるというか、なんかね動きが悪い。レーシングカーって本当にたった10キロ20キロでバランスが崩れちゃうので、そこに結構何百キロっていうその差があるぐらいの重量差が出てしまって、で今回うまくまだバランス取れてない状況です。そこにさらなるトラブルが。3月サーキットでの走行中に配管の緩みによる車両火災が発生。修理が間に合わず、3月に鈴鹿で行われるスーパー耐久レースの初戦を欠場することとなりました。鈴鹿直前にしてですね、正直言葉が、開発してきたメンバー言葉が出ないところではありますけど、ドライバーの皆さんに本当に申し訳ないです、このタイミングで。先ほど森蔵さんと電話をさせていただいて、メッセージを預かりましたので伝えさせていただきます。皆さん安心して慌てずに、作業をしていただいて、原因究明をまずしっかりやりましょうと。誰のせいにもしませんよ。とにかく全員安心して安全第一で作業してくださいと。次またテストにつなげていくっていうことが大事だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。世界初のことをやってるっていうことを僕も思ってますし、皆さんとも共有できてると思います。テストの段階でこういうものが起きるっていうことは逆に僕は良かったのかなと。本番で出なくて。欠場となった鈴鹿サーキットでは、佐藤浩二社長が改めて決意を語りました。この挑戦を揺らぐことなく、次戦のですね富士24時間レースにおきましては再び挑戦できるように、しっかりと準備を進めてまいりたい。機体の高圧の時もですね、初戦が秋吉社長の出ようよからですね4ヶ月ぐらいで、頑張って、24時間レースからスタートを切ったことを今思い出しておりまして、
運命なのかなと思いながら、いろいろな思いを持ってですね、またそういう富士が来るんだなというふうに思っています。それから1ヶ月余り、ゴールデンウィークを迎える頃、開発チームは必死に新たな車を作っていました。でやっぱ設計通りには全部はいかないので、ある程度こう現場でも見ながらもう配管を変えてとか、当たっても何もならないようにとかっていうのを意識して、ちょっと配管の方にはこういう配線の作業をやってます。水彩管、ここに今見えてるんですけど、上にごめんなさい、すいません。銀色のやつ、はい、銀色のやつ、これですね。これが今水彩管なんですけど、いろいろこういうところ干渉部位があるので、保護したりとかっていうのをかなりシビアですね。ちょっと難しいですね。すごい。白い帽子をかぶっているのは現場を引っ張っていくリーダーの証です。全部こう見てチェックして回ってるんですね。そういうこともしてますね。はい。基本的には任せてますけど、ちょっと遅れとるんで作業に入りますけど。そうなんですね。間に合わないこのままで。連休中もちょっとやらんといかん。うわ大変。すごい大変そうです。無理。これはつかないです。すごい中の方で手が届かないところで斜めに入るもんで。そういう場合どうするんですか。このパーツ自体変えなきゃいけないんですか。いやつけますよ。なんとつける。いろいろな策を考えて。本当にですね。このある。あそこにあれをねじ、あれをこれ無理でしょ。チームの総力で新たな車を生み出します。サーキットには完成した新たなレースカーの姿が。ちょっと結構急ぎで開発やってきたところもあるんで、今回は地に足をつけてしっかり一つ一つ確認していこうっていうことでやってます。前回の車をただ作り直しただけではなく、およそ50キロ分の軽量化も実現。ただ走らせてみるとさまざまな不具合も発生します。今上流があるね、次から次へと。でも本当全部出し切りです。はい。調整を重ね、最終的になんとか走り切りました。ありがとうございました。ありがとうございました。だいぶありがとうございます。来ましたね。しかもちゃんと問題より進化してるんで、はい。だいぶタイム的にタイムも上がってるんで、前ダメだったところがだいぶ、軽量化がかなりタイムに効いてんじゃないかな。よかったね。最初はトラブル続きで、1周走っては問題が見つかって戻って、でまた解決して走らせたらまた次の問題が出てきてっていうことで、いつまで続くんだろうなと思ってたんですけど、それがちゃんと最後は問題も全部解消されて、皆さん強力なメンバーがいらっしゃるので、一緒に考えながら問題をちゃんと見つけて、一個一個確実に潰せたので。現場を引っ張ってきた松本さんは、担当するね設計がおったり、技術員がおってメカニックがおって、信頼関係があって効率よく回っていく。人が座ってかんとやっぱり車もできていかないよね。今日やって、いろんな経験を積んで、また明日になるとステップアップして、1年こういうことやっておると本当に大きい成長になっていくなっていうふうに感じてますね。森蔵選手も試乗します。
実際に乗ってみて手応えはどのように感じました？乗った時よりねずっといい感じでしたね。随分軽量化をね進めてくれたこともあって、それで1回目の走行の時はねFF だったんです、はい、今回4キロですからね、はい、ですからそういう意味でももともとこの車の本来のね走りとの会話ができたかなという。わずか2ヶ月でここまで持ってきた。そうそう、だからすごいですよ。もう休みなくみんなやってくれてるんだけど、やっぱり24時間でね液体水素で走る車っていうのは、ね、世界で初めてですけど、はい、新たな技術とかね新たな仲間が、また参加できてくれる可能性があるんですよね。ですからそういう意味でもぜひとも液体水素で走らせてあげたいなというふうに思ってますから、ぜひともその辺ご期待いただきたいというふうに思います。モータースポーツだけ語っていればいいわけではない。時はカーボンニュートラル、意志ある情熱ある行動が未来の選択肢を広げる。今まで期待で多くの未来をつなげていきたい仲間たちが増えてきました。今回それが液体になるということで、さらにもっと多くの仲間たちが増え、我々の力で未来への扉をさらに広げていきたいと思います。1秒でも多く、1周でも多く走り続けるよう心一つに頑張っていただきたい。未来への一歩、24時間の戦いがついに始まります。まさに今車が走っていきます。森蔵さんが運転しています。24時間、選手の交代や車のメンテナンスを行いながらの耐久レース。途中でピットインして燃料の液体水素を補います。充填時間は1分40秒。順調に進んでいるようです。夜が更けても挑戦は続きます。車がピットの中に帰ってきました。車の中から取り出されたのはあのポンプです。この車の心臓部なんだけどね、ポンプ一番難しいと思います。でどのくらい持つかが今分かってなくて、このマイナス253度っていうものに対してこの部品の強度がまだまだ信頼性がないというね、今検討だ。安全な走行のため今回のレースでは夜と朝の2回計画的にポンプの交換を行います。ただ初めての長時間の走行で不安も残ります。焦らず安全に気をつけて。レース2日目の朝、再びポンプの交換です。順調に行きました。よかったもうすごいドキドキだったんですけど、幸いなことに大きなトラブルもなく夜間もずっと走行できたので、あとは無事にゴールしてくれることを祈るのみです。いよいよフィナーレへ。最後に走るのは
森蔵選手です。世界初の358周。見事液体水素エンジンの車で完走しました24時間レース、世界初の快挙です。皆さん喜んで握手を交わしています。本当にありがとうございます。すごいですね、伊藤さん。やりましたね。ありがとうございます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 。完走しましたね。やったありがとう。ここまで頑張ってきてよかったなって嬉しいのと安堵感と、我々の必死にトヨタさんに食いついて、迷惑かけることないように充填できて本当に良かったなと、期待は高まっちゃったなと思いますので、裏切ることないように頑張っていきたいと思います。一番最初なんてポンプで一滴も送れないところから始まって、これどうやって送るの、駅送るのっていうところから始まって、いろんな会社さんと協力して、こうじゃないこうじゃないってどんどんレベルアップして、やっと車走れるところまで、持ってこれて、でそこからまたレースとなるとまた話が違うので、そこではいろんな、挫折もありましたけど、おかげさまでなんとかここまで持ってこれたと思ってます。液体水素エンジンの車が、これでようやくスタートラインに立てたと。そうです。さっきのゴールラインはスタートライン、そういう気持ちで、これからどんどん改善をして、さらにいろんな人に乗っていただけるように未来に向けて開発していきたいと思います。もうすでにもっとこういうとここうしたいなっていうのはあるんですよね。もちろんもちろん。もうレース出る前から次の作戦は関係部署様とか、関係会社様ともうやり始めてるので、まだまだ終わらないですもう最後の1周までハラハラしてました。そうですね。最後どうでした、完走した車を見た時。いや、当然の結果かなと大きく出ましたね。でもこのメンバーって、もう最初からそう思えるようなメンバーが集まってるんで、あえてそう言わせてもらいました。この24時間に出られるかどうかっていうところから、そうですね、わずかな期間で出られただけでもすごいのに、走り切りました。本当に2ヶ月でしたから、メンバー本当に頑張ったなと思いますし、正直これだけカローラがしっかり走ってくれるっていうのはみんな走り終わった後に言ってましたけど、思ってなかったですね。やっぱり車に気持ちが通じたみたいな、エンジニアっぽくないですけどコメントが、そういうふうに思います。走り抜いた姿を見た時、どんな気持ちが湧き出てきました？本当に感動すると、何も考えられなくなるという感じですね。ちょっと頭が真っ白になりました。みんなが本当に喜ぶ笑顔が、嬉しかったですし、一緒に、だいぶ厳しい場面もやってきたメンバーですので、みんなが喜んでくれるのが本当に一番嬉しかったですね。これがまさに世界的に見ても、車の歴史として見てもすごく大きな一日になったと思います。水素エンジンとこの液体の技術が組み合わさるとですね、かなり可能性が広がるっていうことは、誰もが分かっているところだと思いますので、そういう技術で車が走り始めたというのは、結構衝撃的な事実としてですね、たくさんの人が捉えてくれるかなと思います。初の液体水素完走です。全員の総合力です。本当にありがとうございました。そして一人ずつにありがとうございましたとおめでとうございました。以上です。車走らせること自体世界初ということなんですけれども、見事完走、
そもそも24時間出られるかどうかという段階でした。そうですね。初戦がね、ああいう不具合出ましたけど、でもね、ああいう不具合が出たからこそ今回があったんだと思います。やっぱりここに来るまでにどんな準備をしてきたか。準備してきたから確実にはできるわけじゃないんですけど、そうやって準備をしてくれた全ての人にまずは感謝したいんです。そして、この一歩がね、またカーボンニュートラル、さらに、未来への一歩になりましたので、これはね、今後またルーキーレーシングの未来への挑戦にぜひご注目いただきたいですし、また応援いただきたいというふうに思います。